日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを自然なスピードの自然な日本語で話していきます。今日のトピックは日本の義務教育について、学校生活についてです。日本語耳ポッドキャスト。はい、皆さん今週はどうですか？元気ですか？今日は日本の学校生活について話します。日本の学校って他の国と比べて結構独特なところが多いなっていうことに最近気づいたんです。前までは私にはもうそれが当たり前すぎて全然ユニークだなんて気づかなかったんですけど、ある程度の期間海外で生活をしていると、あれ日本の教育って結構ユニークだったのかなって思うことがあります。こういうことって自分自身が日本で学校生活を送ったり、あるいは自分の子供が日本で学校生活を送ったりしないと、ちょっと気づきにくいこと、なかなか知る機会がないことだと思ったので、今日このエピソードを作ることにしました。今日は日本の義務教育である小学校と中学校にフォーカスしてお話をします。義務教育っていうのはみんなが絶対受けなきゃいけない教育のことです。その義務教育が日本では6歳から15歳。小学校は6歳から12歳までの6年間。中学校は12歳から15歳までの3年間です。小学校、中学校合わせて9年間が義務教育とされています。基本的に毎週月曜日から金曜日まで週に5日間学校に通います。私が小学校低学年の時、なので小学校2年生ぐらいまでの時は、まだ隔週で土曜日学校があったんですけど、2002年からその土曜日の学校は基本的に廃止となって、完全学校週5日制が始まりました。そして今でも学校によって土曜日がある時もあったりなかったりするみたいなんですけど、基本的にはこの週5日制がベースになっています。この日本の学校では出席日数が足りなくても、試験に合格できなくても、みんなが一緒に毎年次の学年に進んでいきます。他の国だと留年といって、試験に合格できなかったり出席日数が足らなかったりしたら、もう一回同じ学年を繰り返さなきゃいけないっていうことがあるかと思いますけど、でも日本の学校、小中学校では基本的に留年がありません。みんな揃って一緒に毎年次の学年に進みます。日本では学校の1年は4月に始まって3月に終わります。9月に新しい学年がスタートする国が多いかと思うんですけど、日本では春、桜の時期に新しい学年が始まります。いつもこの桜の時期に新しい友達と出会ったり、あとは友達と逆に離れ離れになったり、そういうことが起こるので、やっぱり桜を見ると、フレッシュなスタートの時期だな、新しい1年が始まるなっていうような気分になります。でもやっぱりその別れっていうイメージもあるから、なんか見て、儚いなって思ったりもします。学校は3学期制か2学期制です。3学期制だと1学期が4月から7月、2学期が9月から12月、3学期目が1月から3月という風になっています。次に授業についてなんですけど、時間割はクラスごとに決まっています。つまり生徒が授業を選ぶんじゃなくて、1時間目は国語、2時間目は算数というふうに学校側からもうスケジュールが決められているので、その決められた時間割通りにみんなで同じ授業を受けていきます。小学校で学ぶ主な教科は、国語や算数、理科、社会、あとは音楽、美術、体育などもあります。英語は小学校3年生から少しずつ始まるみたいです。これも私の頃は中学校から英語教育が始まったんですけど、今は小学校3年生から少しずつ英語が、時間割に組み込まれるようになっているようです。英語教育が少し前倒しになってよかったと思います。こういう国語、算数、理科、社会っていうのは他の国でももちろん勉強することだと思うんですけど、ちょっと面白いかもしれないのが家庭科という授業です。家庭科の授業では料理とかお裁縫など生活に必要なスキルを学びます。例えばみんなでカレーを作ったり、お味噌汁を作ったり、あとは洋服にボタンをつける練習をしたり、掃除に使う雑巾を縫ったり、そんなことをします。あとは健康な食事のための栄養について少し学んだりします。もう一つ面白いかもしれないのが道徳という授業です。これはね、モラルの授業ですかね。人としての行動とか人との関係について考えるような授業です。思いやりを持つこと
か、ルールを守ることって大切だよとか、友達に優しくしてねとか、そういうようなことを物語を読んだりとか、何か動画を見たりとか、そういうことを通して、これについてあなたはどう思いますか？もしじゃああなただったらどうしますか？じゃあ相手はどう思うと思いますか？そういうところまで生徒に考えさせるような授業です。人としてどうあるべきか、どう行動するべきかというようなことを学べる科目です。あとは、この日本の学校教育、小学校、中学校の中で社会見学に行ったりとか、林間学校に行ったりとか、学校の外で学ぶ、そういう活動もたくさんカリキュラムに含まれています。社会見学っていうのは、工場に行ったり、資料館とか博物館、そういうところに実際に行って見て学ぶことです。私が覚えてるのはね、車の日産の工場に行って、車がどういうふうに作られるかっていうのを勉強したのを覚えてます。林間学校は山や自然の中でみんなでキャンプをしたり、ロッジに泊まったりとか、そういうことをする活動です。一泊二日ぐらいでみんなで、旅行っていう感じでしたね。修学旅行というのもあります。修学旅行は最後の学年の時にみんなで行く旅行です。なので、義務教育の中では小学校6年生の時と中学校3年生の時に修学旅行があります。私は小学校6年生の時に栃木県の日光に行きました。華厳の滝を見たり、日光東照宮に行ったりしました。中学の修学旅行では京都、大阪に行きました。金閣寺を見たり、銀閣寺を見たりしました。確か2泊3日だったと思います。そして勉強に使う教科書は学校から支給されます。一人一人に配られるんですけど、みんなが同じ教科書を使います。そして日本の学校では先生が教室を移動して、生徒は教室を移動しません。他の国だと、生徒が科目によって教室を移動するっていう形が取られていることもあるかと思うんですけど、日本は逆です。基本的に先生が移動します。音楽とかみたいに特別な部屋が必要な授業だったらみんなで音楽室に行ったりするんですけど、それ以外は自分の教室で、自分のクラスで一日を過ごす感じになります。小学校だと担任の先生がだいたい全部の教科を教えてくれます。だから一日中、そして一年中ですよね。同じ担任の先生と、そしてクラスメイト、同じクラスメイトと、そして同じ教室で一緒に毎日を過ごします。中学校では科目によって先生が違うんですけど、でも自分の教室に数学の先生が来て、で次にじゃあ英語の先生が来てという感じで先生が移動するスタイルです。そして日本の学校生活の中で大きいのが給食の時間です。給食というのは学校の方で用意をしてくれる食事のことです。私は小学校の6年間給食がありました。なので小学校の6年間、学校の日は毎日お昼ご飯は給食の調理員さんたちが作ってくれたお昼ご飯を食べました。献立は毎日変わって、毎月献立カレンダーが配られます。栄養士によってしっかり考えられたバランスの取れた食事になっています。カレーだったり、揚げパンだったり、アジフライ、揚げ餃子、そうですね。あとは冷凍みかんなんていうのもありましたね。和食だったり、洋食だったり、そしてデザートまであったり、本当に幅広くいろいろなものを、用意してくれます。給食の味っていうのがあってね、なんか家で作るものとはまた違くて、なんか給食の味っていうのがあるんですよね。美味しいです。その給食はお昼にみんなで一緒に食べます。週替わりで給食当番というのが決まっていて、そのお当番さんたちが白衣を着て食べ物や食器を運んでみんなに配膳します。実はこれは食育と呼ばれていて、食についての教育の一環として進められています。ただお腹を満たすだけじゃなくて、食についての正しい知識を持つように、栄養バランスって大事だよとか、こういうものが体にいいんだよというようなことを給食を通して学べるようになっています。そして給食を食べたらですね、その後は掃除の時間があります。教室の掃き掃除だったり、教室の拭き掃除だったり、廊下だったり、階段だったり、そういう場所をみんなで掃除します。これも週替わりで、お掃除当番が決まっていてですね、自分たちが掃除をする場所が、毎週変わっていくんですけど、今週は教室の拭き掃除担当。そしたら来週は教室の掃き掃除担当。再来週は廊下担当。そういうような感じで、自分の掃除をする場所が週ごとに変わっていきます。これも自分たちの使う場所は自分たちできれいにする、しっかりきれいにするという日本の教育の一部です。みんなで揃って列になって雑巾掛けをしたなんていう思い出は大半の日本人が持っている懐かしいものだと思います。
あとは係活動や委員会活動も盛んです。例えば係活動は、私は生き物係だったんですけど、生き物係さんだとみんなで飼っている、クラスで飼っている生き物の世話をします。あとは配布係さんっていうのもありましたね。配布係さんはプリントを配る係です。委員会もいろいろとあって、例えば放送委員会だったら給食の時間に放送をしたりとか、運動会とかそういう時にも放送をする、そういう委員会です。このように係活動や委員会活動を通して、みんなで協力をしながら自分たちの学校生活を豊かにしていこう。そういうようなみんなで協力することはすごく大切です。みんなで協力をしてこそ自分たちの学校生活がもっと豊かになります。という意識を育てるための活動です。最後は服装とルールについてです。これは私立の学校か公立の学校かによってだいぶ変わってくるんですけど、基本的には小学校は私服、中学校は制服があります。中学校の制服はもちろん学校によってデザインが違うんですけど、セーラー服だったり、学ランだったり、ブレザーなどがあります。そしてお化粧やアクセサリーなどは禁止されていることがほとんどです。あとは髪を染めたりするのも NG です。そんなことを言って、特に中学生なんかはおしゃれをしたくなる年なので、みんなそれぞれ校則を少しずつ破ったりなんかして生活をしていますけど、ルールとしてはやってはいけないことになっています。靴はスニーカーとかローファーを履くんですけど、校内では上履きに履き替えます。日本の家では玄関で靴を脱ぎますということがよく知られているかと思いますが、学校でも同じです。靴箱のところで外履きを脱いで上履きに履き替えて校舎の中に入ります。そして小学校では持ち物すべてに名前を書くんです。筆箱、ノート、体操着袋、給食袋、教科書はもちろんそうなんですけど、全部に名前を書きます。私は実は小学校の家庭科の授業で使っていた裁縫箱を未だに使っているんですね。で、それを見ると、その待ち針の一本一本にまで名前が書いてあります。これは私のお母さんが手書きで書いてくれたものですけど、名前書くだけですごい大変だったんだろうなと思います。そして、給食袋とかナプキン、上履き袋とか体操着袋、こういうものは親が手作りすることが多いです。子供が好きな布を買ってきて、ミシンで縫って名前を書いて仕上げる。そういう感じです。買うことももちろんできるんですけど、やっぱり手作りがいいとされている。なので、ほとんどが手作りだと思います。こうやって見ると、日本の学校生活では集団行動重視という感じで、本当に協力し合うことっていうのがとてもとても大切にされていることがわかるかと思います。一人一人の個性や自由よりも、集団の中の一員としてどういうふうに行動をするかということがとても重要視されています。これは私が実際にこの学校教育を受けていた時は、ちょっと窮屈に感じたりなんかして嫌だったんですけど、大人になって考えてみると、こういうふうに日本で教育を受けられてよかったなと思う部分もたくさんあります。皆さんの国の学校ではどうですか？日本の教育と同じところがありましたか？それとも全然違いましたか？コメントでいろいろと教えていただけると嬉しいです。日本語耳は YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。日本語のトランスクリプトと英語の訳は、日本語耳のウェブサイトから見ることができます。そしてこの日本語耳ポッドキャストをより多くの人に聞いてもらいたいので、皆さんもしこのポッドキャストいいなと思ったらぜひ評価をお願いします。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週。じゃあね。